やっぱり船はきつい。大丈夫ですか、スズランさん。島に着いたら説明するって話でしたけど。なあ、大丈夫。あなたにはこの島の遺跡で地脈のよどみを見つけ、それを解消してもらいたい。ほら、前にやったことあるって話だったろ。鼓動の菜の花畑でさ。それと同じことをもう一度やってほしいのさ。話を聞くに獣の素材が入りようなんだろうが、そこはこのスズラン様だ。狩るべき獣の調べもついてる。そいつの名は地獄ザル。地獄ザルは古よりこの島に住む獣。かつて港の獅子狩りがことごとく敗れたとも言われています。そう言ってくれると心強いが、無理は禁物だ。叶わないと思ったら港に戻って支度し直してもいい。地獄ザルは島の北側に現れると聞いていますが、島には他にも様々な獣が住んでいるはずです。まずそちらを飼って素材を集め、武器や防具を作るのも一手かもしれませんね。果たして本当にこれが滅びゆく港を救う一手となるか。スズランさん？ああ、いや、こっちの話。そうそう、あなたのコテにとっておきのからくりを仕込んでおいた。私の手元にあるからくりと対になっていてね、遠くにいても声をやり取りできる。説明するより使ってみる方が分かりやすいかな。時を見計らって声をかけるよ。
士同士の侍が獣に追われて最後に逃げ延びた場所だ。結局は獣ではなくアゴシの追っ手に殺されたそうだが、その時の船だろうね。あなたが知らなくても無理はないよ。そんなことが。でも当時のことはなんとなく覚えています。信光と遊んでいたら突然外へ出るなと父に叱られて、あの時の父の目は恐ろしかった。日頃火事ばかりの人だったから余計にそう思うのでしょうね。そこの遺跡は古の獅子狩りたちが残したものらしいんだが、大きな獣たちはあまり近づかないという話を聞いてる。まずは地獄猿の捜索と討伐を優先してほしい。遺跡の探索は私たちと合流してから一緒に。働き者だな。近頃はよう船に乗っておるそうだな。相も変わらずアクセクと働いておるな。そういえばお前さん夏子たちの島には行ったのであったか。懐かしいな、あの島。俺がまだ港に来たばかりの頃、あの島で獣を飼ったのよ。体も今よりはまともに動かせたからな。確かあれは島へ採集に行った連中を護衛しておった時だった。安穏とした浜辺に悲鳴が響き渡ったのだ。わらべをさらわんとする巨大な鳥、泡を食って助けを求める親、そこへ颯爽と駆けつけるは何を隠そう大道寺氏重その人。あっという間にわらべを救うと返す刀で巨鳥をバッサリ、見事退じてみせたわけだ。お前さん全く信じておらんな。若い頃の俺はそりゃもう見事なマスラオっぷりだったんだぞ。疑うなら島で確かめてくるというかろう。人をさらおうとする巨大な鳥の獣、今でもおるはずだ。だが行くのなら相当に気をつけよう。その鳥は若かりし俺が苦戦するほどの獣。お前とて不覚を取らん保証はないからな。もし勝ってこられたら俺がお前さんに何がしかやるわ。ダメでも気にするな。その時は笑って酒でも飲めばよかろう。結果を楽しみにしておるぞ。なあ、獅子狩りのあんたに近頃水路を流れてくる水がおかしいんだ。汚れちまって。あれじゃ調べてみたら川上に琥珀主が住み着いたって言うじゃねえか。あんた琥珀主をか。いや、今日も狩りに行くんだろ。入り用な品があったら紅玉さんの店に行くといい。そう言えと彼女から申し付けられていてね。そうだ、知っている？ここはかつて湯屋だったそうだ。湯を炊くためのからくりが動かなくなって客足は途絶え、管理する者もいなくなり、
長い時の中で自然とこうなった。諸行無常、どれだけ皆にありがたがられようとも、あらゆるものはいずれ価値を失って消えてゆく。からくりも人も獣も皆同じなのかもしれないね。つまらない話をしてしまった。何にせよどうか良い一日を。おお、獅子狩りの方ですね。実はこの港で取引の約束があったのですが、取引の相手もあなたと同じ獅子狩りでして、鹿の角をお願いしたのですが、彼の様子を見に行ってついでに